それじゃあね、ジデオキシ法、ね、発見者の名前を取ってサンガー法って呼ばれる場合もあります。ね、ちょっと説明してみましょうか。分かってる配列と、ね、分かってない配列があるとします。ね、これね、配列未知の部分。もうね、授業のためにもうこれ、塩基書いてあるけど、ね、もうここがね、なんていう塩基、なんていう ATCG の並びか分かんないものとしましょうか。配列未知の部分。実際ね、ここにプライマーのくっつく分かってる配列がなきゃいけないんだけど、ね、じゃあ、この分かってる配列はどうやって分かったんだね、鶏と卵みたいだけど、ね、この分かってる配列はどうやって分かったんだっていうかっていうと、まあ、いろいろ方法あるけど、例えば、別の生物の分かってる塩基配列に、分かってない塩基配列をただつなげばいいだけだからね。プラス、これがもし PCR 産物だったら、ね、その PCR に使ったプライマー使えばいいだけだから、あんまり気にしなくていいですよね。分かってる配列の隣に分かってない配列があるぞ。この分かってない配列の並びをちょっと見てみようというね。でさ、確認してほしいのは、これさ、上の鎖の配列を直で求めなくても、下の鎖の配列を求めれば、それと相互的な上の鎖の配列も求まるよね。ここ、ちょっと注意しとこう。下の鎖が分かれば、上の鎖もね、t があったら a を埋めればいいんだから分かると。で、我々は DNA ポリメラーゼとプライマーと、なんかちょっと PCR に似てるよね。DNA ポリメラーゼとプライマーと4種類の普通のデオキシヌクレオチド。デオキシヌクレオチドって何と思うかもしれないけど、これ DNA の材料です。デオキシリボースが使われたヌクレオチドって意味。これでね、ちょっとここね、初めて知ると思うけど、デオキシリボースのここの OH って、次のヌクレオチドがつながるために必要なんですよ。この1ダッシュ、2ダッシュ、3ダッシュ、4ダッシュ、5ダッシュっていうのは炭素の位置。この3ダッシュの位置についてる OH って、次のヌクレオチドがつながるのに必要だってことをちょっとチェックしとこう。これ、デオキシリボースね。リボースの場合はここも OH なんだね。リボースの場合はここも OH なんだよね。で、OH のリボースから O が1個取れちゃった。ね。デオキシ。だからデオキシリボースって言うんだよね。ね。デオキシリボースのこの3ダッシュのところについてる OH は、このヌクレオチドがつながるのに必要だってことを知っとこう。そして、ここちょっとポイントなんだけど、ここ、4番。4種類のジデオキシヌクレオチド。ジデオキシヌクレオチドってこちらです。ここが違う。見て。3ダッシュのところに OH じゃなくて H がついてる。この3ダッシュのところの OH が次のヌクレオチドがつながるのに必要だって今言ったよね。だから、この4番。ジデオキシ。2個とも酸素が取れちゃったって意味。ジデオキシヌクレオチドが、もし DNA ポリメラーゼに使われたら最後、それ以上 DNA の鎖は伸びていきません。この4番が取り込まれたら、そこでその鎖の伸長はストップしてしまうんです。そしてもう一工夫。ジデオキシヌクレオチド。塩基によっていろんな色をつけておきます。アデニンなら緑、チミンなら赤、グアニンなら黄色、シトシンなら青っていうふうに、それぞれ色をつけておきます。そして DNA ポリメラーゼに「はいどうぞ複製してね」って複製を開始させるんです。面白いね、ちょっとね。でね、この DNA ポリメラーゼってこれね、3の方がいっぱい入ってるんですよ。だからこう3を、つまり普通の塩基を、普通のヌクレオチド、普通のデオキシヌクレオチドを使うのが普通なんだけど、運悪い DNA ポリメラーゼはこの4番をたまに使っちゃうんですよ。次はチミンかな、チミン、どっちのチミン使おうかなって区別できなくてじゃあこっちのチミンって言うんだったら普通なんだけど、じゃあこっちのチミン使おうってこっちのチミン使ったらもうそこで複製ストップなんですよ。見てみようか。こちら我々が設置したプライマー、これですね。我々が設置したプライマー、配列が分かってるところにプライマーをくっつけて、さあ DNA ポリメラーゼちゃん、プライマーを伸ばしてごらんね。プライマーね、3ダッシュ末端を伸ばしてごらん。上の鎖を元に DNA を合成してごらんってね、指示を出す。そうすると、運の悪い DNA ポリメラーゼは、もうここで終わり。よーし、アデニンか。アデニンと相互的な塩基。チミンだ。どっちのチミン使おうかな。こっちって言って、こっち使って、はい、複製終了。ね、ね、このチミン使っちゃったら最後、これってジデオキシヌクレオチドなんで、この3ダッシュの OH 持ってないんで、もう次のヌクレオチドつなげないんですよ。だからここで複製終了。だから、こんな短い DNA ができちゃう。こんな感じ。これ。それがこれ。めっちゃ短い。なんで ?T 置いただけなんですけど、ね、もうそこで終わりっすよって。だってお前見てごらんって。次のヌクレオチドどうやってつなぐの？使えないっしょって。この3ダッシュの OH がなきゃ、次のヌクレオチドつなげないんだよって、ここで終わり。で、
これで実験終了じゃなくて、実はこの上のね配列未知の DNA ってめちゃめちゃいっぱい反応域中にあって、こんな DNA ポリメラーゼもいます。よーし、お仕事だね。上の鎖を元に下の鎖を作るぞ。A か A ってことは T をつながなきゃ。 TTT これだ。 T セーフね。よし、次は T だから、アデニンか A をつながなきゃ。 A あ、これだ。 A って緑の A 選んじゃった。ジデオキシヌクレオチドの A 選んじゃった。ここで試合終了ね。やっぱりこの4番を選んじゃったら最後もう次のヌクレオチドはつなぐことができません。だからこんな、ね、DNA も実は反応液中に登場します。それがこれだね。これだね。この下から2番目のこれだね。でもう分かってきたかなでもう3回目やってみようか。よーしね、またね、一方その頃反応液中の別な DNA のとこでは、ね、これ同じ配列未知の DNA をいっぱい反応液中に用意するからね。別なところでは、よーしね、頑張ろうね、なんかすぐ終わっちゃったやつもいるみたいだけど、よし、俺はもっと頑張るぞね。アデニンだから T だね、これを使おう。チミンだからアデニンこれを使おう。シトシンだからグアニンはこれを使おうって言って、間違ってっていうか黄色いグアニンを使っちゃって、はい、そこで複製終了ですね。こんな鎖がやっぱりできます。繰り返すけど、続き C 埋めないのっていうかもしれないけど、このね黄色い G つまり4番が使われちゃったらもう次のヌクレオチドはつなぐことができないからね。で下から3番目の鎖なんかも生まれるわけだ。で同じようにね、一番、まあまあ運がいいやつだね。T を使おう、A を使おう、G を使おう、そして C を使おうって言って、この青い C を使っちゃう。青い C を使っちゃったら、そこで最後っていうか、最後までいったね。ラッキーだね。でこんな鎖もできるわけです。でもちろんね、普通に3番の方が多いわけだからね、全部、チミン、アデニン、グアニン、シトシンっていうふうにね、全部3番からヌクレオチドを選ぶような DNA ポリメラーゼもいっぱいいます。だけどこれって見て、色ついてないでしょ。これ色ついてないんで無視します。さてこんな感じで短いのから長いのまでいろんな、ね、先端に色がついた DNA が今回でいうと1,2,3,4種類、ね、できました。でこれね、短い順に並べ替えます。もちろんピンセットを使って並べ替えるなんて不可能な世界だから、これを電気映像に使います。DNA っていうのは負の電荷を持ってる。これ全部 DNA の鎖だからね。DNA っていうのは負の電荷を持ってるからプラスに向かっていくんだったね。ね。しかも短い DNA の方がね、これ障害物競争だったよね。電気エイドって障害物競争。電気エイドって障害物競争。網の中を DNA がかいくぐっていく。短い DNA ほどスルって下まで、ね、同じ時間でいける。長い DNA ほど網に絡まってなかなか下に行けない。なんでプラスの方に DNA が流れていくんだけど、短い方がいっぱい流れる、長い方があんまり流れないっていうふうに長さ順に DNA 差を並べることができるんだね。で仕上げです。下から赤緑黄色青、赤がチミン、緑がアデニン、黄色がグアニン、青がシトシンと、こんな風に下から順番に色を読んでいけばこっちの鎖の配列がピタッと決まるわけです。そしてそれと相補的な鎖が配列未知な ATCG という並びの配列未知な DNA の塩基配列だったわけですね。こんな風にね、ちょっと面白いですね。何度も DNA ポリメラーゼに、いろんな箇所で DNA 合成させていっぱい失敗させるんですよね。うわー T で終わっちゃったよとか、うわー A で終わっちゃったよみたいな、うわ俺ギリギリ C までいけたわみたいな、いろんな DNA を合成してそれを長さ順に並べるとちょうど配列未知の DNA の相補的な鎖が下から読んでいくと
読み上げることができるっていう。もちろんこれ俺たちが別に赤、緑、黄色、青と俺たちが読まなくてもこれ自動化された方法なんでコンピューター上で全部読んでくれるんであっという間に塩基配列が求まります。だから今回ちょっと紹介したのはねコンピューター上でコンピューターをも使う自動化されたね自デオキシ法なんだけど原理はねさまざまな自デオキシ法で同じなんでこんな原理をね覚えておきましょう。知っておきましょう。ポイントはこれだね。自デオキシヌクレオチド2個酸素が取れちゃったって意味ね。こっちにもこっちにも酸素がねえぞっていう自デオキシヌクレオチドをちょっと混ぜとく。そしてそれぞれの塩基ごとに色をつけとくっていうのが標識しとくっていうのがポイントでしたね。では塩基配列解読法でした。